こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、田舎暮らし拠点から羊毛を持ち帰り忘れたり、ネザー要塞でネザーウォートが見つからなかったりと散々でした。もしおみくじを引いていたら今日が出てたと思います。あら今日以外を引くことあるの？たまに運がいいじゃないですか。さて、現在進行形でゾンビピッグマンに怒られていますが、まだ解決の糸口が見つかっていない状況です。そもそもはゾンビピッグマンの誤解ですし、平和的解決を願ってやまないのですが、今日なら願望は叶わないわね。そしてなんとか、ゾンビピッグマンから距離を置けそうな場所にたどり着きました。ここで2分待って32メートルディスポーン作戦を用います。でも、ここで襲ってこられたら逃げ道がないわよ。大丈夫、今日なら待ち人は来ないはずです。そこは逆手に取るのね。待っている間にガストに襲われましたが、ガストは人ではないので待ち人ではありません。ゾンビピッグマンは人ってことでいいのね。3分の1くらいは人のはずです。さて行動開始です。昔のトラウマが頭をよぎってビクビクものだったのですが、結果として敵対的ゾンビピッグマンは全滅してくれていました。全滅させて平和的解決だったと言えるの？さて一段落したので探索再開です。まだ探索していないこの溶岩の奥に進んでみます。とか思っていたら、すでにこの先に目印が、超短かった屋根付き通路の先が繋がっていたのね。で、結局最後までネザーウォートは発見できなかったのですが、この時点ではまだ望みを捨ててなく、隅々まで再探索しようと粘ります。ひょっとしたら屋根付き通路の入り口が2箇所あるかもと思った次第です。そしてそれが少々幸いして、ウィザースケルトンの頭を一つゲットしました。これで5つ目ね。あと足りないのは7個です。さて、ゾンビピッグマンが怖くて慎重に周囲の安全を見計らっています。何か悪いことを企んで挙動不審になっているだけじゃないの？そんなことはなくて、単に建築材を集めようとネザー要塞を破壊したかっただけです。そして、2箇所目のネザー要塞の出番はここまでです。で、ゲートの先はメサです。通るだけなら4分でネザーワープできるところが、寄り道のおかげでここまで1時間かかってしまいました。そもそもなんでネザーウォートが見つかると思って探し回ったのよ。普通見つかるじゃないですか。さて、机上計算では型焼き粘土などは、効率強化5とビーコンの採掘速度上昇レベル1の組み合わせで、ハイスピードで掘れるはずなんです。それを実践するのは初めてなので、ちょっとドキドキしています。計算に狂いがあったら面倒なことになるわね。一応そこそこ自信はあります。これは息抜き企画の方で実験や試行錯誤した結果ですが、ビーコンを使えば採掘時間の計算結果が 0.05 秒を下回ります。この計算結果が 0.05 秒ジャストだったらもっと心配していましたが、0.046 秒なので、計算誤差を加味してもまず大丈夫でしょう。さて、ネザーゲートが見えるこの辺りにビーコン設置しましょうか。もっと奥の方がビーコンの効果が使える場所が広がるんじゃないの？ネザーゲートをくぐると地図が一時期使えなくなるので、今回地図を持ってきてないんです。なので、目視で見えるところで作業したいんです。さて、手持ちのブロックでは3段ピラミッドしか積めないですが、これでも30メートルの有効範囲が稼げるはずです。って出てこない。あ、単に早すぎただけのようです。で、ダイヤを差し込んでおいて。そこは鉄でもいいんじゃないの？大した理由ではないのですが、プレイ終盤でダイヤが無駄に余ったら嫌だなぁと思った次第です。よしきちんと効果が出ています。そして、計算通りにハイスピードで型焼き粘土が採掘できています。よかった。さて、さらに小山を2段掘り下げました。
そしてさらに2段。まだ一面は茶色です。もう2段掘り下げたら一面は赤色に。赤色の色付き粘土は直近で必要な建築材です。14スタックばかりいるのよね。さて作業始めてまだ20分も経っていませんが、小山を全部崩そうと思っていたところ、早くも茶色や赤は必要な建築材の数を超過してしまいそうです。というか、超過しました。あっけなかったわね。型焼き粘土などは、羊毛と同じくトータルで1万ブロックが必要ですが、羊毛と違って手応えがありません。なんだか物足りないです。で、その後は後々必要になる色を優先して集めて、ツルハシがほぼ破損寸前になるまで掘りました。まだ掘り足りないですが、この辺りがとりあえずの引き際でしょうか。もっと早く止めなさいよ。さて帰り自宅、荷物の最終チェックです。まあこんなもんで、うわぁ、エンダーチェスト開いてる場合じゃないです。いつもの追いかけっこをしなければ。義務化してきたわね。でも捕まえたのは元の場所で、追いかけて損した気分です。さて、ピラミッド拠点に戻ってきました。やっと材料が揃ったので、アイテム整理をし終わったら一気に6層の建築を行います。ちなみに色付きガラスを染めるのは楽なんですよね。1回のクラフトで8スタック作れます。さて地図をひっぺがしますが、そういえばピラミッドの建築は本当に久々なんです。調べてみたら最後に建築したのはリアルで2ヶ月も前でした。なんだかリアルな建築工事中断期間ね。まあその間にビーコンを獲得したり、メサや田舎暮らし拠点との往復ルートを確立したりと多忙だったわけですが、その甲斐あって、ここから当分は色付き系の建築材が集めやすくなっています。ここからはサクサク感が出てくる、かもしれないのね。さて、ひっぺがした地図の1枚がどうしても見つかりません。焦り始めています。前に紛失した時にはチェストの端っこに挟まっていたのですが、その経験を活かして探しても見つかりません。まあ5分も探せば諦めがつくわよ。魚を拾った、こんなところにありました。さて、現在49層のピラミッドを駆け上がるとこんな感じです。立方体単位での建築進捗は 50.8%、頑張っていきます。さて、まずはネザーレンガのハーフブロックからです。で、積んでから見てみるとはっきりしましたが、ガラスはどうも地図には表示されないようです。下の緑が透けて見えているわね。さて次がネザーラック。マイクラで最も大量採掘しやすいブロックの一つではありますが、油断すると死ぬブロックです。で、これを積むときは結構おっかなかったりします。建築でもネザーラックが何か問題なの？いえ、単純に足場がガラスだからです。さて52層目は、ハーフではない方のネザーレンガです。これまた積んでみて初めて知ったのですが、ネザーレンガとネザーラックは地図上の色が変わらないんですね。太いラインができたわね。さて次は、ようやくお初の色付きブロック、赤色シリーズの羊毛です。そういえばなんとなく、雲が近づいてきた感じなんですよね。まあ今少しね。で、赤色の羊毛を積み終えて拠点に戻ってきました。次に積むのが赤色ガラスなので、ここの間に松明を設置しないとなりません。そして松明を作った時点で、石炭が残り2スタックと少々になってしまいました。これは仕方がないです。近々ブランチマイニングをしなければなりません。木炭で代用する手もあるわよ。却下です。最近息抜き企画で走ってばかりなんです。さて、ここからの作業は左手小指に負荷がかかります。疲れたらシフトキーから離せばいいのよ。まあ確かにそれで小指は楽になると思いますが、それより、
この高さになると下に見えるモブが動いてくれないんです。少し寂しいです。とか思っていたら、動いてくれるモブがいました。でも動いてくれたのが、ピラミッド建築家としては心底動いてほしくないモブなのですけど。贅沢な悩みね。さて15分ほどかけて松明を設置し終わりました。こればかりは本当にいつも辛いです。いつかこの鍛錬が実を結ぶ時が来るのでしょうか。小指の持久力の使いどころは難しいわね。さてあと2層、ここまで来れば気持ちが軽いです。で、最後に赤色の色付き粘土です。これを積み終わったら進捗が 55.8% になります。6段積んでも 5% しか進まないのね。うおー、下がガラスだとぶち抜きそうで怖いです。そして、ようやく今回の作業が完了しました。さて今回はここまでです。実は密かに新バージョンが気になってきて、いつも以上に奮闘してみたのですが、どうも焼け石に水のようです。そりゃそうよ。いっそ、息抜き企画を少しお休みして、このピラミッド企画と並行して新バージョンやっちゃおうかと思うこともあるのですが、バージョン違いの企画を並行して行うと、いつかバージョンを間違えて起動してしまわないかと考え、それで躊躇しています。まあともかく、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。